コンピューターゲーム？かつて発売されていた数々の大ヒットゲームをインターネット経由でダウンロードしてお楽しみいただけます。皆さんゲームとか興味ないですよね。どんなゲームがあるの？さあせん、オタクってやつは往々にして空気が読めないもので。だからどんなゲームがあるの？ビルシイケイケのスーパーモデルなのにゲームに興味あるの？何その偏見。どんな職業にだってゲーム愛好家は一定数いるでしょう。というか移動や撮影の待ち時間を潰すために携帯ゲーム機を持ち歩く芸能人は多いわよ。私だって自分でゲーム機を持ち歩くことはしないけど誘われてやったことくらい何度もある。3時間ただ無意味に過ごすより普段やらないことをやってみるのも悪くないと思っただけ。ビルさんの言うことも一理ありますね。ゲームの実況動画などで生計を立てているマジカメグラマーもいると言いますし、新たなビジネスのきっかけになるかもしれません。実家には何台かゲーム機があったが、ナイトレーブンカレッジに入学してからは全然やっていないな。鬼教官じゃない、真面目なリドル氏と王子様なレオナ氏は家庭用ゲーム機で遊んだりは。ああ、するわけねえだろ。暇を持て余してパソコンに入っていたチェスゲームをしたことはあるが、その程度だ。ゲーム機以前に実家にテレビが置いてありませんでしたね。想像通りの回答、安心しましたわ。あざっす。じゃあ初心者でも遊べる簡単なゲームをチョイスするね。いや、僕は遠慮しておくよ。ゲームには依存性があり学力低下を招くとお母様が。は？ゲームが学力低下に影響する？はは、やだやだ。いるよね、自分にとって都合が悪いものを誰にとっても悪って決めつける人。でもゲームにのめり込みすぎれば学習時間が減るのは確かでしょう。そりゃのめり込みすぎればね。でも逆に節度を守って楽しむなら、ゲームは思考力や判断力に良い影響を及ぼすっていう論文も存在する。もしゲームをしたことで成績が落ちたなら、それはゲームのせいじゃない。節度を守れなかった人間の落ち度。勝手にのめり込んだ方が悪いのに、それをゲームのせいにしないでくださらんか。ありゃ、兄さんのヒートアップスイッチを押しちゃったみたい。ああ、勘違いしないでほしいんだけど、拙者は別にリドル氏にゲームの良さを理解してほしくて言ってるわけじゃないから。ゲームを楽しもうって気持ちがない人がケチつける前提でプレイするなんて完全に時間の無駄だし、全方位に失礼。リドル氏の考えを否定する気はないし、実際リドル氏はそのマインドで生きてて長年学年主席キープしてるんでしょ。なら現状維持でいいんじゃないですか。万が一にもゲームに触れたことで学力低下を招いたら困るでしょうから。ドゥはああ、リドルまくし立てられて完全に固まっちゃってる。イデアのやつ、本当に他人をイラつかせる喋りの天才だな。イデア先輩ってあんなにハイテンションでたくさん喋れる人だったのか。部活中もゲームやアニメのこととなると急に早口になることは多いですよ。バカにしないでください。この僕がゲームをした程度で成績を落とすなんてありえない。おやおや、さっきと言ってること変わってませんか。ゲームは学力低下を招くとか言ってたの誰でしたっけ。それは自制ができなかった場合の話で、僕はそんなことにはなりません。本当でござるか。ゲームやったこともないのにどうやってそれ証明するんですか。いいだろう、それならやってやろうじゃないか。そしてゲームなんかじゃ僕の学力に傷一つつけられないことを証明してやる。楽しくてやめられなくなっても知りませんぞ。オルト、モニターにプレイできるゲームのタイトル一覧を表示して。ああ、完全に乗せられてる。見てられないわ。リドルさん、頭はいいはずなのに煽り耐性がゼロですからね。イデアもイデアよ。後輩相手に大人げない。ゲームを初めてプレイするリドルローズハートさんに最適なゲームはシンプルな操作で遊べる冥界伝説がおすすめだよ。初期8ビットロムのタイトルを選ぶとは、さすがはオルト、渋いけどいいチョイスですな。せっかくならゲームの歴史も一緒に味わってほしいからね。初期8ビットってかなり古いタイトルなんじゃないの？です。
拙者たちもこのゲームはデジタル配信版でしかやったことない。なぜならカセット版はプレミアがついててなかなか手に入らんのですよ。冥界伝説は35年前に家庭用ゲーム機向けに8ビットロムカセットとして発売。プレイヤーは死者の国へ魂を運ぶ船頭となり、ステージに点在する魂を回収しつつゴールを目指すんだ。横スクロールゲームの元祖とも呼ばれている作品だよ。この横スクロールがシンプルだからこそ逆にハマるんすわ。死者の国を舞台にしてるのも最高。子供がかっこいいって思うポイントをがっちり押さえてる。さあリトルローズハートさん、この8ビットソフト専用のコントローラーを持って。ああ難易度はイージーモードに設定してっと。よーし、それじゃゲームスタート。リトルさん、その青や黄色の炎を集めるんだよ。岩に当たるとライフ減りますぞ。上ボタンで回避。上ボタン。コントローラーの上側にボタンなんかついていないよ。想像の斜め上を行く返答。嘘でしょ。左手側にある十字キーの上だよ。陸生活が短い僕でもそれくらいはわかりますよ、リドルさん。右から大きな黒い犬が出てきた。あれ、敵？初見キラーの冥界の番犬来たー。一番下レーンまで移動して。は？で、今度は下？ああ、ライフがゼロになっちゃった。ゲームオーバーだね。ほとんど何もできなかった。いや、さすがの拙者もコントローラーの上側にボタンがついてないって言った人とは初めて会いましたわ。拙者友達いないんで、オルト以外とリアルでゲームするの時代初めてなんですけど。リドルさんにも苦手なものってあったんですね。その表現には誤りがある。苦手ではなく、ただの経験不足だ。そんなことを言うなら君もやってごらんよ。いいでしょう。コントローラーを貸してください。難易度はそのままでいいよね。それじゃあ始めるよ。あら、今度は船頭がちゃんと上下に動いて岩を避けてるわね。初めてにしてはなかなかのお手前。このタイトルは初めてやりましたが、陸のゲーム機はいくつかフロイドが所持しているので触ったこと自体はあります。それにリドルさんが先陣を切って見事なお手本プレイを見せてくれましたから。アズール・アーシェングロットさん、ノーミスでステージ1クリア。おめでとう。当然です。オルト、テーブルについている小さなモニターにゲーム画面を映すことはできるかい？もちろんできるけど、なんで？僕もノーミスでクリアできるまで特訓をする。おや、ではノーミスクリアの先駆者である僕が特別価格でコツを教えて差し上げましょうか。結構だ。コントローラーの使い方を習得すれば僕だって。やれやれ。完全にミイラ取りがミイラになってるな。あんたたち、1時間に1回は休憩を挟みなさいよ。
ゲームごときでキャンキャンうるせえ。ガキかよ。ナイトレーブンカレッジに在籍する生徒の平均年齢を考えると、ほとんどが未成年だからね。一般的には子供という分類で正解だよ。そういうこっちゃねえ。とにかくもう少し静かにやれねえのか。てめえらの声は昼寝の BGM にするにはうるさすぎる。じゃあレオナ・キングスカラーさんも一緒にゲームをしようよ。ああ、実はレオナ・キングスカラーさんにぴったりのゲームがあるんだ。その名もヒドラの逆襲。出たヒド逆。数々のミニゲームが搭載された初期パーティーゲームの名作。物語は英雄を目指す青年がとある伝説のトレーナーに出会うところから始まる。青年は伝説のトレーナーとの厳しい特訓を乗り越え、人々の暮らしを脅かす怪物ヒドラの討伐に挑むってのが大筋。このゲーム続編が出ているよな。昔携帯ゲーム機でやったことがある。そうそう、よりミニゲームの種類を充実させた続編が携帯ゲーム機で発売されて、初代据え置き版よりも売上本数を伸ばしたんだ。初代は27年前に発売され、数年前にダウンロードコンテンツ化。そしてこのタイトルは近年とある理由で再び盛り上がりを見せているんだよ。なんだそのとある理由ってのは。オルト、もしかしてそれはやってみてのお楽しみ。ほらレオナさん、コントローラーを持って。おい、俺はやるなんて一言も。それじゃあ張り切っていってみよう。レオナさん、金色のヒドラは高得点だよ。ああ、伝説のトレーナーの人形は叩いちゃダメ。はあ、このすっとぼけた顔したやつが伝説のトレーナー？だいたい特訓中に飛び出してきたら叩かれたって文句は言えねえだろ。偶正論ですけど、仕様なんでそこはツッコミ禁止で。レオナ先輩、確かここから一気にヒドラの首が増えてきますよ。なんで俺がこんなこと。持ち前の動体視力と反射速度が反映された高スコア。そりゃどうも。で、このゲームのどこが俺向けなんだ？それはね、ヒド逆のプレイ画面に猫が夢中になってじゃれつく動画が大バズり。愛病家たちがハッシュタグ猫 vs ヒドラってタグで次々モニターにじゃれつく猫の動画を投稿した。その後動画を見たとある研究者がライオンもヒドラの逆襲に夢中になるのかっていう実験をして、ライオンも猫同様にスクリーンに映し出されたヒドラに興味を示し、長時間じゃれつき続けることが判明したんだよ。ステュークスのデータベースによれば、レオナ・キングスカラーさんはライオンの遺伝子を継ぐ獣人族だから、このゲームなら飽きずに楽しめるんじゃないかなって予測を立てたんだけどオルト、それはやるじゃないオルト。完璧なチョイスだわ。あゲームを開始してからの集中力といい、この高スコアといい、やっぱり僕の予測は外れてなかったみたい。楽しんでくれて嬉しいよ。おほほ、確かに乗り気じゃなかったのにこの高スコア。思わず夢中でヒドラの首を追いかけてしまったのは事実では？猫科のサガには逆らえないなんて、レオナにも案外可愛いところがあるのね。オルトに全く悪気はなさそうだが、この先輩たちと来たら好きあらば相手を煽ることに余念がないな。レオナさん、楽しんでくれたなら
もうワンステージやってみない？はあ、悪いなおちびさん。そちらの皆さんがおっしゃる通り、俺は猫科の佐賀に逆らえないタイプだな。昼間は眠たくて仕方ねえんだ。もっと遊びたいところだが、眠くて続けられそうにない。悪いが他を当たってくれ。そっか、残念。さすがレオナ氏。やりたくないことからの逃げ方がプロのお手前。というわけで、あとはてめえらで勝手にやれ。ほらよ、コントローラーだ。どうやらご機嫌を損ねてしまったようですね。気にする必要ないわ。あいつは機嫌がいい時の方が珍しいんだから。ジャミル・バイパーさんもヒドラの逆襲をプレイする？いや、俺がプレイするよりビル先輩のゲームの腕前を拝見してみたいな。あたしの？ええ、先ほどからずっと見ていらっしゃるだけなので。あたしも普段はゲームをしないし、見ても面白いことはないわよ。でも、そうね。眺めているのも飽きてきたし、何かやらせてもらおうかしら。オルト、あたしにおすすめのゲームはある？待ってました。ビルシェーンハイトさんには絶対これをやってもらおうって決めてたんだ。世界的モデルで輝くスターであるビルさんにはスターローグ、ヒーローへの道。きたー、拙者たちのレジェンド。これはある一人の男が本当のヒーローになるまでの物語である。西暦1997年、ティターン星雲より進行してきたクロノス軍の支配下に置かれた惑星ガイアは混沌の中にあった。侵攻により滅ぼされたかに思えたガイア王朝。しかしクロノス軍の目を欺くため身を隠し身分を偽り育てられた一人の王子がいたのである。養父母により自らの出生の秘密を聞かされた王子は本当の両親とガイアの平和を取り戻すべく一人旅立つのであった。デレデデーン。左遷つい盛り上がっちゃって。シューティングゲームなんだけど、ほんと全編ストーリーがエモエモのエモなんで、よかったらやってみてください。なんでそこで急にしぼむのよ。あたしたち何も言ってないじゃない。そうだよ兄さん、推しゲーは自信を持ってプレゼンしなきゃ。拙者のプレゼンよりプレイしてもらえれば面白さが分かってもらえるはず。とりあえずまずはワンステージやってみて。あたしシューティングゲームってほとんどやったことないんだけど。なら初心者モードに設定しておくね。ビルシェーンハイトさん、コントローラーをどうぞ。では、遥か彼方の栄光を目指し、流星のように駆け抜けろ。
第1ステージのボスまで難なくクリアできたね。プレイしてて気づいたけど、このゲーム、実写映画化されてない？このストーリー。おぼろげだけど、父と一緒に映画館で見た記憶がある。ビルシ、実写映画見たの？あの映画、ゲーム原作だったのね。今日初めて知ったわ。映画版は原作ゲームのファンからも評価が高かったけど、原作を知らない一般層にもヒットして、スターローグの名前を広めるきっかけになったんだ。そうそう。映画をきっかけにゲームはさらに売り上げを伸ばし、ついに続編制作決定。でも、ゲームの続編制作決定と発表された直後、ゲームの開発チームが仲違いしちゃって。マジで悲劇ですわ。シナリオライター、キャラクターデザイナー、ゲームプランナー、全員が揉めに揉めてゲーム会社を辞め、チリジリに。制作陣が誰も残らなかったんじゃ、続編を作っても別物になる可能性が高いわね。そう。無理に別クリエイターを立ててまで続編を作らなかったゲーム会社のポリシーは評価できる。しかし、スターローグの続編は永遠に叶わぬ夢となってしまったのであった。その流れで、実写映画の続編も凍結しちゃったみたい。いつの日かまた、神クリエイターたちが集結し、スターローグの続編が発表される奇跡を、拙者はずっと夢見てるんでござるよ。あら、夢見てるだけなの？え？そんなに好きなら、あんたが作ればいいじゃない。は？確かにな。シュラウド家の財をもってすれば、クリエイターにギャラを払って再集結させられるだろはあ？分かってない。君たち全然分かってないっすわ。拙者はクリエイターたちがこれは絶対に面白い、プレイヤーを楽しませてやるぞっていう熱い気持ちで作ったスターローグの続編がやりたいの。報酬で釣っていやいや作らせたものに何の価値があるんだよ。そういうものですか？そうだよ、これだからパンピーは。オタクの気持ち分かってないな。熱くなってるところ悪いけど、私はそういう意味で作ればって言ったわけじゃないわよ。え？手始めにチリジリになったクリエイター一人一人を訪ねて、あんたの熱苦しい情熱を伝えて回ってみたら？は？続編を心待ちにしている熱烈なファンがいることを真剣に伝えれば、何か変わるかもしれない。そんなの、過去に何度もファン有志が署名とか寄せ書きとかしてますし。それはあんたじゃなくて、他の誰かがやったことでしょ。あんた自身は何かアクションを起こしたの？無理。拙者一人が何かしたところでどうにかなるわけないし。最初から無理だって決めつけて、何も行動を起こさなければ、可能性はずっとゼロのままよ。私なら、ゼロをゼロのままにしない。ゼロには何をかけてもゼロのままでしょ。でも何かアクションを起こせば、ゼロが 0.001 に変わるかもしれない。そして、0.001 は100になれる可能性を秘めてるの。だったらやらない理由はないわ。スターローグの主人公だって、ゼロからスタートして、最後はヒーローになる。そうよね。そりゃそうですけど、それは作り話ですし、現実はそううまくいかないでしょう。結局ゲームの制作陣だって志半ばで解散しちゃってるわけだしさ。ええ、あんたの言う通り、いつだって現実は厳しく、予定調和のハッピーエンドとはいかないわ。でもだからこそひっくり返せるシナリオもあるはず。だって私たちまだ18歳よ。諦めてエンドマークをつけるには早すぎる。でも拙者にはそんなの。無理じゃないよ兄さん。え？学校の友達を家に呼んで一緒にゲームをするなんて、僕たちにはフィクションだってずっと思ってた。でもこうして実現したんだもの。だからさ、今回のは友達を家に呼ぶのとはちょっと違うでしょ。僕、なんだか自分がやるべきことが少しだけ見えてきた気がするよ。ありがとう、ビルシェーンハイトさん。お礼を言われるようなことは何もしてないけど、あんたが何かポジティブな気づきを得たんならいいことね。おーいオルト、拙者の話聞いてる？やった！最初のステージをクリアしたぞ！あ、リドルローズハートさんが
イージーモードで冥界伝説の一面をクリアしたみたい。なんとコントローラーの上ボタンがなんだか分かっていなかったリドル氏が。それもこれもひとえに僕の根気強いアドバイスのおかげですよ。ねえリドルさん。君は横からあれこれと口を挟んでいただけじゃないか。あんたたち、あれからずっとやり続けてたわけ？ちゃんと休憩は挟んだんでしょうね。困ったものね。ゼロをゼロのままにしない。そうすればひっくり返せるシナリオもあるか。ヒトロク○○被験体 ROS859A SUS3320B のテストを全工程終了しました。該当ファントムの掲示を凍結、収容完了。館内の全扉のロックを解除します。あ、ようやくテストが終わったみたいっすな。やっとこの猛獣だらけの空間から解放される。なんだかんだ、あっという間の3時間だったわね。よく寝た。レオナ先輩、よくあの騒ぎの中で眠れましたね。目をつぶると川を流れる人玉がちらつく。僕はゲームの実況動画がエンタメとして成立する理由が少し分かった気がします。もう少しでクリアだというところでミスをした時のリドルさんの叫び声ときたら思い出しただけでもそれじゃあ皆さん、各自個室に戻ってください。明日朝8時には学園へ向けて出発する予定なんで、それまでおとなしくしといて。次はもっとうまくやあ、そうだ、ビル氏、ちょっと話があるから残ってくれる？あたしにだけ？構わないけど。